今回はヤフオクでゲットしたジャンク品のブルーレイレコーダーを分解して、いくらになるのか、どんな資源が回収できるのか、徹底検証していきます。ジャンクな動画を見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。今日はヤフオクで購入したジャンク品のブルーレイデッキを分解して一体いくらになるのか、そして何が取り出せるのか、やってみるぜ。いやー、結構重いね。まずは重さを測りたいんだけど、測りを置くのを忘れてたから、一回全部片付けるね。うちのラボはトイレの隣の3畳ぐらいのスペースしかないからね。とっても狭いんだよね。おなじみの安くて優秀なスケール、ボマタくんです。これにさっきのデッキを乗せて重さを測ります。ボマタくんは最大30キロまで測れるからね。こういう重いものの時は特に便利だね。さあ、今日も都市鉱山を発掘してやるんだぜ。うまくいったら久しぶりのキャバクラか。最低でも発泡酒じゃないビールは飲めそうだ。さあ何キロあるかな。どうなんだ、重さとやらを見せてくれ。おお、14キロ超え。俺はこの山積みのデッキを全部で3000円くらいで買った。送料込みだ。こういうジャンクのブルーレイデッキは状態や年式にもよるけど、ハードオフのジャンクコーナーで縦に並べてあるやつがだいたい2000円くらいで売られている。なのでリサイクル店に比べて安く買えたと思う。ただ動作保証ないからね。基本は修理家具品と利用です。じゃあ分解していくぜ。使ってる電動ドライバーはクレブスの絶版品。Amazon で売ってる安い電動工具なんだけどね。結構使えて気に入っています。まずは背面からネジを全部外すね。次は横のネジを外して。これで蓋が外れるようになるはずだ。ちなみに古い家電の外装は鉄でできていることが多い。だから重くていいんだよね。これは重要なポイントだ。新しい家電は全部外装プラスチックだからね。回収できる資源も少ないんだ。その点こいつは金属がふんだんに使われているから、都市鉱山として期待できるはず。ウエスタンデジタルのハードディスクが入ってる。320ギガだ。ちょっと容量的に今では少ないよね。この茶色いのが電源基板。基板の中では安い方だ。トランスがもっと大きいやつならいいんだけどね。これは小さいや。ここに導線が巻いてあったりするんだよね。この緑色の基板がマザーボードだ。種類にもよるけど、1キロあたり1700円くらいになる。今回最も重要な基板だ。基板を見たら、少しだけやる気が出たんだぜ。これはファン。中にコイルが巻いてあるはずなんだけど、小さいから効率が悪いのでこのままにしておこう。先にこの配線類を取り外しておこうね。多分SATAケーブルだから、パソコンにも使えそうだけど、ちょっと短いよね。配線類は配線類だけでまとめておいて、後で溜まったら売る感じだね。やっぱりパソコンと同じSATAケーブルだね。自作パソコンの内蔵ドライブとして再利用できるかもね。光学ドライブの中の制御基板は少しいいやつが使われているので売れるし、種類によっては動かなくてもそのまま売れる。もっと古い IDE 接続の光学ドライブの方がいいんだけどね。次にこのハードディスクを取り外そうかな。あれ、取れないや。多分フロントの操作パネルを先に外す必要があるみたいだ。この黒い部分を取っちゃおう。いろいろ細かいところのネジがあって外すのが大変なんだ。このまま輸出屋さんに持って行った方が良かったかな。ちなみにこのタイプだと動かなくても1台600円くらいになるんだぜ。でもそれだとジャンク鉱山ラボらしくないから、分解していくらになるか検証して再利用できそうなパーツも取り出してみたいんだぜ。やっと取れた。
Blu-ray disc. フル HD や 4K に対応した高音高画質を記録できるディスクの規格だ。青っぽいレーザーで読み取るのが語源みたい。よく DVD のレンタル店に並んでたよね。出た当時は高級なイメージがあったけど、今も買うと結構高いんだぜ。分解の途中ですが、ちょっと気になるパーツが見つかったので、よく観察してみようと。この白くて薄いやつ。ほら、先端が金色だね。接点の部分がパソコンのメモリーとかと一緒で金メッキが使われてるんだ。これはフレキシブルケーブルといっていろんな電子機器に使われているんだけど、もしたくさん集めることができれば売ることができるんだ。小さくて軽いから効率が悪いけどね。買い取りは基本重さでいくらだからね。その中で一番効率のいいものを探さないといけないんだ。やっとハードディスクが取れた。ハードディスクもたとえ動かなくても 1kg300 円くらいになる。3.5 インチのハードディスクは重たいものだと2個集めれば 1kg ぐらいになるかな。再利用できればいいんだけどね。320ギガしかないからどうかな。マウンタも無事に取れた。普通のパソコン用のハードディスクと見た目は変わらないね。これが制御基板についてる接点部分だ。見た目は綺麗だね。UbuntuOS だと簡単に複数のハードディスクを合わせることができるので、3つで 1TB 弱にすればまだ使い道があるかな。まあハードディスクの状態次第なんだけどね。ではどんどん作業を進めていこう。まだあと4台もあるんだから。次はこの光学ドライブを外したい。実はこれが一番再利用の価値があると思うんだよね。パソコンの内蔵 DVD ドライブってさ、安いのは2000円しないんだけど、ブルーレイだと9000円から1万円ぐらいするから結構高いんだよね。再利用できればいいんだけどな。全体的に金属パーツが使われていることが多いデッキだけど、この光学ドライブだけはプラスチックの外装だ。この辺りが密かなコストダウンだったのかもしれない。鉄くずも 1kg30 円以上するからね。一時期よりは安くなったみたいだけど。はい。だいぶすっきりしてきました。あともうちょっとで出来上がりだね。さあ、久しぶりにキャバクラに行けるのかな。この真ん中の緑の基板が一番いいやつだから早く外したい。あれ、茶色の基板も裏は緑色だね。これは実装パーツがほとんどないね。こういうのは安い基板だ。電源基板と同じくらいかな。ようやくメインの基板に到達した。これを外せばこの1台目はほぼ完了だ。取れたぜ。やっぱり実装パーツの密度が他の基板と違って中身がぎっちり詰まってるよね。これなら大丈夫だ。裏にも黒いチップがついてる。両面実装基板だ。ノートパソコンの基板と見た目は似ている。CPU やメモリもハンダ付けだし、アルミのヒートシンクは付き物といって減額の対象になるから取ってしまった方がいいんだ。ヒートシンクも集めればアルミとして売れるよ。直付けの CPU が見えてきたね。アルミのヒートシンクが取れました。CPU についている熱伝導シートを剥がします。なかなか良さそうな CPU だ。大きさや厚みを計測したりする場合もあるのだけれど、今回のポイントは、この端っこにある金色だ。これがあるのと、ないのとで、評価金額が変わったりする。今回の基板は、この端っこが金色のやつが2つ搭載されている。これなら 1kg あたり、1700円ぐらいになるはずだ。ブルーレイレコーダーは、やっぱり普通の家電雑品とは違って、パソコンのような資源価値が見込めることが分かったね。では、最後に電源基板を取り外そう。
てわかる通り、基板についているパーツがとても大きい。これらの大きなパーツはあまり資源価値がないようなものなんだ。このトランスも小さいため、あまり銅が取れない。なので電源基板は1キロあたり180円から200円程度だ。そして最後に残ったのが鉄の外装だ。とても頑丈で精密な加工がされており、加工技術の高さを伺い知ることができる。しかし、このような鉄の箱に入った家電製品は、現在ではほとんどがプラスチックに置き換わっているので、そう遠くない将来、このような構造の家電はなくなっているかもしれない。あと残り4台、結構大変そうだね。では、取り出せた資源の集計を行います。他の4台の動画は、急に激安 SSD が動かなくなったため、失われてしまいました。突然動かなくなって、以降通電すらしません。鉄がおよそ7キロです。次に電源基板を測ります。どれも似たような感じ。電源基板がおよそ 1.4 キロ。見た目はかさばるのに、そんなに重さはないね。その他の基板が 366 グラム。最後にメインの基板。およそ 1.6 キロ。配線類とファンとアルミヒートシンク。これら合わせて 652 グラムです。光学ドライブがおよそ3キロ。そして、ハードディスクがおよそ 1.5 キロです。以上、集計でした。早速スクラップ屋さんに行こう。今日は発泡酒じゃないビールが飲めるのか。さあ、いくらになるのか。4000円になったぜ。いやー、儲けはたったの1000円か。分解大変だったのにな。でも、まだハードディスクと光学ドライブが残ってるから、まあいっか。居酒屋で軽く一杯だけ飲んでいくか。たまには生ビールが飲みたいよね。あれ、居酒屋でつい飲みすぎて、その後キャバクラに来ちゃったのか。もう閉店だよ、アフター。どこ行く？マリアちゃん。おう。兄さん、何寝ぼけたこと言ってんだ。てめえ、夜の店来て金がねえって、舐めてんのか。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。